皆さんこんにちは、ともり新です。皆さん最近幹細胞コスメってよく聞いたりしません？幹細胞っていうと何にでも、なる細胞だから、そういったものが入ってると思うとお肌の若返りにいいんじゃないかなんて思っている方も多いと思うんですが、実はそこには大きな落とし穴があります。私が見ている幹細胞コスメの中にはっていうようなものもあったりするので、本当は幹細胞コスメってどういったものなのか、そしてどういったものが信頼が置けるかっていうものを今日はしっかりとお話ししたいと思いますので、気になる方は最後までご覧ください。まず最初に幹細胞コスメには幹細胞は入っておりません。よく考えたら当たり前だと思うんですけれども、細胞って人のもの由来になるわけじゃないですか。そういったものが化粧品に入っていたら、ちょっと倫理的にもおかしいし、いろんな意味で危ないですよね。なので幹細胞コスメっていうと、幹細胞を刺激するようなものをしっかり入れていっているっていうのが大きな特徴だと思います。ただ最近話題のエクソソームなんていうのもそうですよね。エクソソームっていうのは幹細胞を培養した時にですねできる浄成液というか、幹細胞を培養する時に使う液体のことなんですね。幹細胞が出すいろんなシグナルが培養液の中に入っているので、それを化粧品に入れると幹細胞が刺激されるんですよみたいなものがざっくり言うとエクソソームなんですけれども、ここには落とし穴があって、もちろんこれできちっと培養してるっていう幹細胞もあると思うんですが、例えば実験用の幹細胞で何回も培養していると、お出汁と一緒で出てくるお出汁も少なくなってきたりとか、あとはどういう由来の細胞なのかによっても出てくる成分って全く違いますよね。なので正直私でもどこのエクソソームがよくってどこの幹細胞の培養液っていうのがいいかっていうのは正直わからないです。自分で研究所を持ってないところだったらどこ由来なのかっていうのは正直わからないので、信頼を受けるところっていうのは本当に探すのは難しいなというふうに思っています。私自身この幹細胞コスメ使わないかっていうとですね、私は信頼している研究をベースにしているところのやつはしっかりと使うことにしています。それはどういったものかっていうと、幹細胞自体をきちっと研究することによって、じゃあ幹細胞が肌にどういうふうに影響を与えるかっていうことまでしっかりと研究して、その研究をもとに幹細胞を元気にするような成分を入れていくっていうようなアイテムになっていくんですね。幹細胞の培養液ではなくて、幹細胞の研究をベースにしているからこそ、しっかりと幹細胞を元気にする方法が分かるっていうようなことを言えば分かるのかなと思います。これから3つ私がこの幹細胞に関してしっかりと研究しているなって思うところをご紹介したいと思います。まず1つ目がこちら、カバーマークのセルアドバンストというシリーズになります。こちらのカバーマークさんはですね、実は大阪大学だったりと一緒にこの幹細胞の研究をしているんですね。幹細胞の中でも実は皮膚の研究をしていくときに、表皮だとか真皮の幹細胞っていうのはどこから来るんだろうっていうふうに研究したところ、骨髄幹細胞が関係してるんじゃないかっていうのを見つけたんですよ。というのも、表皮水疱症っていう皮膚に水疱がいっぱいできてしまってっていう病気があるんですが、それを研究している先生だったりとかが、表皮を常に生まれ変わっているところっていうのは、表皮の幹細胞っていうのがどんどん少なくなってくるのかなと思ったら、そんなことはないと。どうしてこのいつも水疱ができては壊れっていうようなところの皮膚が幹細胞があまりへたれないんだろうというふうに研究したら、実は骨髄の幹細胞からこの表皮の幹細胞っていうのは供給されてるっていうところを見つけて、いろいろ研究してるっていうのが由来なんですね。血液がある真皮の方まで骨髄幹細胞が行くことによって、そこから真皮の幹細胞に分化するっていうことが分かっています。なのでそれをしっかりと研究して、この骨髄幹細胞を真皮に誘導するという技術っていうのをそこの研究所の方が見つけたんですね。それがクスノハガシワエキスという成分になります。クスノハガシワエキスっていう成分を入れることによって、傷ができたわけでもやけどをしてるわけでもないんだけれども、血中にある骨髄幹細胞がですねしっかりと真皮の方に行って、そこで刺
真皮の幹細胞になってくれるっていうことが分かって、それが以前からこのローションの中に入っているんですね。たださっきから私骨髄の幹細胞っていうのが真皮の幹細胞にはなるよって言ったんですけど、実は肌っていうのは真皮と表皮あるじゃないですか。真皮には血管があるんだけど表皮にはないので、じゃあ表皮の幹細胞どうやって作っているかっていうと、一応基底膜のあたりまでは血管が行ってたりするので、そこから供給されてるんじゃないかみたいには推測はされているんですが、表皮の幹細胞には分化しにくいっていうところがあったんですね。そこもしっかりと研究をして、クスノハガシワエキスでちゃんと真皮の方まで骨髄幹細胞を生かせて、真皮の幹細胞はしっかりと分化させるんですけれども、そこにプラスアルファして表皮幹細胞の分化を促すっていう成分を見つけています。それがニームリーフエキスだったり紅茶エキスだったりナスの果実エキス、これはですね、大阪の泉州地域っていうところの水ナスからできているらしいんですね。でその3つを複合体にして入れたところ、しっかりと誘導されて、でそこからちゃんと真皮だけじゃなくて表皮の幹細胞にもなるっていうことが分かっています。それがですね、この美容液にも入っているので、この化粧水と美容液で骨髄の幹細胞を真皮まで誘導していて、真皮の幹細胞になるだけじゃなくてちゃんと表皮の幹細胞になるっていうところまでしっかりとケアしていくっていうのがここまでだったんですけれども、今期ですね、実はクリームが発売になったんですね。このクリームにはまたさらにこの骨髄幹細胞の知見が入っています。それが骨髄幹細胞っていうのは真皮の幹細胞を作るだけじゃなくて、真皮にある繊維芽細胞に刺激を送って、そこからコラーゲンとかを合成するというシグナルも出しているらしいんですね。なので真皮の幹細胞が繊維芽細胞になるとかだけじゃなくて、そもそもある繊維芽細胞自体も元気にするっていうところらしいんですよ。なのでその骨髄幹細胞が出す繊維芽細胞に活性因子を増やすっていう成分もこちらのクリームにも入ってるんです。それが木肌黄膜エキスというものになっているんですね。なのでこれは本当に大阪大学との共同研究のもとに、やっぱ骨髄幹細胞の誘導というところからしっかりね研究データになっているものになるので、かなりこのカバーマークのセルアドバンストっていうのは効果が期待できるアイテムなんじゃないかなというふうに思います。そしてもう一つがこちらです。多分ね、初めて見た方も多いと思うんですけれども、アウグスティヌス・バーターっていうブランドで、これドイツから生まれたブランドなんですね。で今年日本でも発売になっています。アウグスティヌス・バーター博士っていうドイツのお医者さんでもあり科学者でもある研究者の先生が研究して出したものになるんですが、このバーター先生っていうのはもともとそのやけどの治療を専門にしてたんですね。でやけどをするとですね、やっぱり斑痕ができたりとかっていうところもあるし、綺麗に治る人もいる。これって何なんだろうっていうふうに見たところ、皮膚にある幹細胞というものがいろんなシグナルを出していて、それこそコラーゲンだとか繊維芽細胞にシグナルを送ったりとか、それによって総症治癒ということが起こってくるんだっていうところを見つけたんですね。まずはお薬というか、その治療方法を開発して、独自のこの総症治癒を促す幹細胞を刺激するっていうものを特許を今申請しているらしいんですよ。まだ特許が取れてないので、中身が本当にどういうものなのかっていうのは全部は分かっていないんですが、特許を申請していて、それが入っているのがこちらのアウグスティヌス・バーターっていうブランドのものになります。このアウグスティヌス・バーターの一番のトップセールスっていうのは TFC8 が入ったクリームがベストセラーなんですが、私がいいなと思ったのは、そこにレチノールが入っているこのザ・レチノールセラムっていうのがすごいいいなと思ったんですね。でこれを結構海外の皮膚科の先生とかも紹介していることが多くて、で早速私もこう日本で発売された時にちょっとゲットしてみたんですが、やっぱりこの TFC8 が入っているだけじゃなくて、ピュアレチノールだったりナイアシンだったりとか、あとパンテノールっていうのも入っているので、全体的にレチノールと加わることによって幹細胞が出すこの多くのシグナルをきちっと出すことによって張り感とかツヤ感を出していくっていうものになるので、バーター教授がしっかりと研究したデータをもとに治療をベースにして考えられているっていう意味では、こちらもですねかなり効果が期待できるブランドなんじゃないかなというふうに思います。
最後はこちら、皆さんもおなじみのディオールのルセラムです。ディオールっていうのは実は20年以上前から幹細胞の研究をしているんですね。ちょうど去年ですかね、その幹細胞のシンポジウムといって、パリからいろんな先生が集まってお話を聞いたのと、京都大学ですね、山中教授が率いるサイラとも共同研究をして幹細胞の研究というのをすごくしています。その中から実は表皮の幹細胞っていうのは表皮と真皮が接着するのが悪くなってくると、この表皮の幹細胞の働きが悪くなるよっていうものを見つけて、この表皮の幹細胞の接着を良くするっていう成分がロンゴザっていうエキスが入っています。でこのロンゴザを入れることによって表皮の幹細胞のですね接着がうまくいくことによって表皮のターンオーバーが促されて、表皮のツヤ感とか出すだけじゃなくて真皮にもシグナルがいくことによって、真皮も表皮もどちらもエイジングケアしていきましょうっていうのがこのカプチュールのトータルセラムになってきます。そこにヒアルロン酸を入れて、ヒアルロン酸が漏れ出るものを抑えるっていうヒアルショット。もう一つ今期出ているのがこちらのレッチショットで、プラスアルファレチノールを入れることによって幹細胞の接着も良くして、表皮はレチノールでヒアルロン酸の産生を促すし、真皮はコラーゲンの産生を促すしっていうような感じで、表皮の幹細胞の接着っていうところの研究からいろんな成分を入れることによって全体的にトータル的なエイジングケアを目指すっていうものになっています。こういう研究をデータにして使っているので、実はカプチュールっていうのは本当に効果を期待できるアイテムなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。幹細胞コスメってね、なんとなく最近は本当に怪しいみたいな感じに思われているところがあるんですが、今日ご紹介した3つのブランドさんっていうのはきちっと何かしら大学だったりとか研究機関とタッグを組んで幹細胞っていうもの自体の研究をして、そこから独自の技術成分とかを入れているところになるので、どこから来たバイオ機か分かんないみたいなところとは違ってですね、ちゃんと研究をしているので、幹細胞コスメっていうものを選んでるの迷ってる方はですね、ぜひこの3つのブランドをチェックしてみていただければいいかなと思いますし、しっかりね研究されて秘伝のタレがしっかり入っているコスメってやっぱりワクワク感もあるなというふうに思いますので、ぜひ使う使わないは別としてもこういうね研究があるよっていうのは皆さんね知っておいていただけるといいかなと思います。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。今日の内容良かったよという方はですね、グッドボタンを押していただいたりチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。